今回の動画ではサイドストーリー、ガチュウ人と同時期に実装されるオペレーター。節操が隊長を造作もない。先方オペレーター、サガの紹介及び概説を行っていきます。お主がドクターか。いや、このような場では厳粛にすべきでござるな。節操はサガと申しまする。客層であるゆえ、節操が役立つところあらば、どうかご礼達を。サガは東出身のペッロー人で、入植会話でも述べているように国々を暗夜して歩く客層です。ただ、正式なそうではないとのことで、そのため剃髪を行っていないとのこと。今回のサイドストーリーでは、成り行きでラバたちと行動を共にすることとなり、サイドストーリー終了後はウユーとは異なり、その場でラバたちとは別れることとなりましたが、サガ曰く、その後は迷いに迷ってロドスの事務所に着いてしまい、なんやかんやあってロドスのオペレーターになったとのこと。資料曰く、ラバたちとは別れたものの、実際のところはサガは無意識のうちにラバたちの後方をついていくような形で道に迷っており、ほぼ同時に事務所に到着、その後もほぼ同時にロドス本館に到着していたようです。そのため、ほぼ流れに任せるように、サガはロドスに所属することにはなっていますが、サガはロドスの生活には非常に満足しているとのこと。ロドス加入当初は、生い立ちが生い立ちなので機械類の操作は点でダメだったようですが、現在では持ち前の適応力の高さやほとんどのことに興味を持つ性格によって、ロドスでの生活と仕事にも見事に順応しています。一方で、昔からの生活習慣は変えておらず、朝6時に起きて1時間の鍛錬と1時間の瞑想、夜9時には寝るという非常に規則正しい生活は今でも続けています。全体的に見て、サガは活発であり善良であるため、好かれる人物ではあるものの、言ってしまえば、属性とかけ離れた態度と考えを持ち合わせているため、いい意味で他のオペレーターたちからは怖い存在とのこと。淡々と常識や疑問にも思っていなかったことを打ち破ってくるというのが、他者からすればある意味で恐怖の存在なのかもしれません。そしてサガの生い立ちに関してですが、戦術したようにサガは正式なそうではないものの、逆走として各地を渡り歩いていたということからもわかるように、寺育ちとなっています。サガは幼い頃から寺で育ち、師匠や兄弟子たちと寺で修行を行っていました。ある日、その寺が天災に巻き込まれてしまう可能性があるということが判明。寺は大移動をすることとなります。しかし、寺の大半は移動都市との合併を強く拒んでいるため、移動都市のように土台ごと移動するということはできません。では、どのように天災を回避するのかというと、寺を一回すべて解体してしまい、安全な場所へと移動をし、そこに再び寺を建てるという凄まじい荒業で寺を存続させ続けます。そのため、寺に所属している人たちは、解体術と建築術に秀でた腕前を持っているとのこと。そして、その際にサガは、初めて寺のあった山を降りることとなり、その後、再びすぐに山を登ることにはなりましたが、初めて山の下の生活というものを知ることとなりました。これがサガにどう影響を与えたのかはわかりませんが、サガは後に下山することを決断しています。しかし、住職はサガが下山することには強く反対しました。理由は至って単純で、サガは純粋すぎるからであり、彼女が属性に入ることには大きな問題がつきまとうからです。ですが、住職がサガの決断を拒否した夜、住職は寝ているサガを起こし、師匠たちを交えて月が真上にある時間から東の空が明るくなるまで話を続け、結果的には住職はサガの下山を了承しました。どのような問答をしたのかはサガ自身もすでにうろ覚えとなっているため全容は分かっていません。しかし住職はその問答の中でサガなら山を下っても十分に生きていけると判断をしたのでしょう。事実、サガは下山した後も感染者になることはなく、今回の出来事には巻き込まれたものの健康に暗夜をしていたので、住職の判断は正しかったと言えます。サガはこれからも住職からの教えを守りながらも現代の生活に適応したお手本と言えるような生活をこなしていくのでしょう。サガのモチーフとなっている生物はサガの耳や尻尾の特徴を見る限りでは柴犬かと思われます。秋田犬である可能性もありますが、さすがに両方とも紹介をしていると長くなるので今回は柴犬の方を紹介。
なお、秋田犬と柴犬の大きな違いは、秋田犬の方が柴犬の4倍近い大きさなのと、秋田犬は顔のパーツがやや中央に寄っており、猫のような丸顔となっています。柴犬は日本犬の中では唯一の小型犬であり、体長はオスメスともにおおよそ38センチメートル程度、日本犬種の中では日本国内では最も飼育されている数が多くなっています。性格は他の日本犬種でも言われているように飼い主には忠実な一方で、他の人や犬には興味を示さないとされています。とはいえ、人や他の犬に興味津々な柴犬もいるので、このあたりは個体差でしょう。全体的によく言われているのは、主人には忠実、意外と繊細、変化を好まない、しつこいスキンシップも好まないでしょうか。ちなみに柴犬は過去には絶滅の危惧にさらされたことがあります。猟犬が多く輸入されてきた頃に雑種交配が進んでしまい、純血種が非常に少なくなってしまいました。そのため、柴犬は現在でも天然記念物として登録されており、絶滅の危機は免れましたが、種の保存を目的として天然記念物ながら一般飼育が許可されています。その他にも佐賀にはモチーフが存在しており、佐賀天皇、仁王像、宗平もモチーフに含まれているでしょう。佐賀天皇は第52代天皇となる人物で、奈良仏教に対抗する仏教として823年に空海に東寺を賜っています。そのため、佐賀天皇は仏教と縁があると言ってもいいでしょう。そして、東寺には現在は消失してしまいましたが、明治時代までは東寺の南大門には仁王像が存在していました。佐賀の昇進2のイラストの背景にいる仁王像は、この消失した東寺の仁王像をモチーフとしているのかもしれません。そして、佐賀の武器である薙刀は、宗平をモチーフにしているものと思われます。宗平は、寺の僧侶たちが武器を持って自衛武装した存在であり、延暦寺や興福寺の僧兵がよく知られている存在です。この僧兵たちは自衛の他にも、仏心の権威を誇示する目的や、朝廷や幕府へと訴えを行うため、高祖と呼ばれる端的に言えば強硬策を取ったりしていました。当時にもこの僧兵はいたようですが、当時は密教だったため、あまり表立って動いたことはありません。どちらかというと、控訴される側だったようですが、佐賀のセリフにある納豆ご飯や油揚げは、どちらも菜食となっており、これも仏教の菜食主義に由来するものでしょう。総じて佐賀のモチーフには、至るところに仏教に関連するものが含まれていると言えます。住職様。世相は未だ迷いの最中にあります。この世道は、世相では未だ見通すことも、切り伏せることも叶いません。ですが幸いにも、心許せる鬼人と出会いました。その導きのもと、いつの日か、世相は、必ずやこの乱世を切り開いてみせましょう。佐賀はテキサスやシージと同じスキルによって処置コストを回復する通常型戦法オペレーターで、星6の通常型戦法としては初の新規実装オペレーターとなります。配置コストやブロック数といった基本ステータスは同じ星6通常型戦法であるシージと同じ数値となっており、特筆すべき点はなく平均的な性能になっていると言えます。HP や攻撃力などのステータスはシージと比べると攻撃力は高くなっている一方で、HP と防御力はやや低めとなっており、やや攻撃的な性能となっています。とはいえ、テキサスほど攻撃によった性能というわけではないので、おおよそ平均的な性能の中には収まっています。素質、完全は、佐賀が敵に致命ダメージ、つまり最後の一撃を与えた敵に対して、重傷状態を付与するという素質です。佐賀から HP が0になるような攻撃を受けた敵は、上記の映像のように、切り裂かれたような人型のエフェクトが表示され、HP が1残った状態で移動速度が 80% 低下、さらにブロックされなくなります。敵はこの状態が10秒間継続した後は自動で撃退されますが、重傷状態の敵を撃破することで、撃破したオペレーターは SP が回復することとなります。つまり、佐賀は敵を介してオペレーターの SP をブーストすることが可能というわけです。しかし、この状態の敵を佐賀はスキル2を除いて攻撃することはできないので、通常攻撃では佐賀自身の SP をブーストすることはできないのはおろか、重傷状態の敵は大体1マス程度は移動することができるので、
佐賀の配置場所次第では重傷状態の敵がそのまま防衛ラインに到達してしまうという事態が発生するので注意が必要です。素質に生命は佐賀の HP が 40% を下回った時に最大17秒間の間、物理回避 70% が付与され、さらに最大 HP の最大 6% を毎秒回復するという素質となります。性質としてはブレイズの素質、緊急蘇生術に近いものとなっており、ブレイズのように一時的な不死状態になることはありませんが、HP の回復力が凄まじく、また物理攻撃であれば7割の確率で回避をするため、この素質が発動すればほぼ全開状態まで持っていくことができます。そのため HP や防御力自体はシージよりも低いものの、実際の短期での生存能力はシージよりも高いものになっていると言えます。なお、この素質もブレイズと同じく撤退再配置を行うことで再度発動させることができるので、先方は場面によっては再配置することも多いため、強力な性能の割には比較的活用しやすい素質となっています。佐賀の潜在強化による効果は、コストマイナス1、再配置時間マイナス4秒、攻撃力プラス25、素質に効果強化、コストマイナス1となっており、どの潜在強化も佐賀の性能に合った内容となっていますが、最大の目玉は潜在5段階目の素質に効果強化です。素質には潜在強化なしで、佐賀のレベルが最大なのであれば、1653回復することとなり、おおよそ最大 HP の 75% 回復することとなりますが、潜在5段階目まで強化をすると、2249回復することとなり、佐賀の HP を素質効果だけで全回復させることが可能となっています。以上のことから佐賀の潜在強化は5段階目または6段階目まで可能であれば上げることをお勧めします。スキル1、突撃指令ガンマは自動発動型のコスト回収スキルで、佐賀の他にもシージやテキサス、ジマーが所持しているスキルです。配置からコスト回収までの時間はシージと全く同じものとなっており、特に目立った点はありません。殲滅作戦などでフルオートでコストを回収したい場合などに使用する場面がありますが、その際はシージの方が素質効果によってコスト回収速度は速くなっているので、シージを所持していない限りはわざわざ佐賀でこのスキルを使用するメリットはないでしょう。以上のことや特化に必要な素材、特化時の上昇率などを鑑みてスキルレベルは7で据え置くことをお勧めします。スキル2、厄払いは手動発動型の単発スキルで、スキルを発動した瞬間に所持コストを4追加、さらに上下左右2マスずつ最大6体の敵に物理ダメージを与え、攻撃対象にすでに重傷状態が付与されているのであれば、その敵を撃破します。佐賀をコスト回収オペレーターとして使用する際にはメインとなるスキルで、形としてはシージのスキル2と似たようなものとなっています。最大の特徴はこのスキルであれば、佐賀であっても重傷状態の敵を倒すことができるという点で、自らに SP ブーストを行うことができます。そのため、状況次第ではスキルのサイクルは凄まじいものとなり、6体の敵を同時に撃破したのであれば、SP は12回復するため、特化3であれば、わずか1秒で再度スキルを発動させることが可能です。スキルレベルを上げていけば、チャージすることもできるので、SP ブーストの効果が無駄になるということもまずありません。空打ちすることもできるので、コスト回収をしたいだけなのであれば、シージのように敵を待つ必要がないという点でも、スキルには優秀なスキルと言えます。なお、スキル効果内には重傷状態の敵は即座に死亡と記載されていますが実際は異なり、実際の動作としては、スキル発動後即座に物理攻撃を行い、その 0.7 秒後に重傷状態の敵を撃破するという流れとなっています。そのため、オリジムシなどの HP が低い敵であれば、このスキルだけで重傷状態付与と SP 回復の両方を行うことができます。なお、この 0.7 秒の間に他のオペレーターが重傷状態の敵を攻撃した場合は、SP 回復の効果の対象はそのオペレーターとなってしまうので注意が必要です。スキル2の火力と他のオペレーターのスキルの火力を比較した表が上記の通りとなっており、他の先方オペレーターの単発スキルよりかは発動に必要な SP は高くなっていますが、その分スキルの火力も高いものとなっています。さすがに敵1体への攻撃に関しては複数回攻撃をするバグパイプにはかないませんが、2から6体の敵に対しての攻撃であれば、佐賀は最もダメージを出すことが可能です。
それ以上の数となると、範囲内すべての敵に攻撃をすることができるシージの方が上となりますが、そこまでの環境を作り出すことはかなり難しいので、多くの場面ではサガのスキル2の火力が他の先方オペレーターの単発スキルの火力を上回ることになるでしょう。なお、コスト回収の面でも似通ったシージのスキル2と比べると、サガは特化をすることでスキルの発動間隔が短くなっていくので、特化3であれば初動はシージの方がスキル回収速度は速くなっていますが、配置後65秒付近で敵撃破などによる SP 回復を加味しないのであれば、サガの方が合計コスト回収量は多くなります。逆に言えば、すぐにコストが欲しいのであれば、シージの方が優秀というわけです。スキルには、サガのコスト回収におけるメインスキルであり、サガを運用する際には、最も使用するスキルでもあります。火力、コスト回収、SP ブースト、どれをとっても優秀な性能となっているので、サガを使用するのであれば、ぜひとも使いこなしていきたいところ。以上のことや特化に必要な素材、特化時の上昇率などを鑑みてスキルレベルは、特化1または特化3まで上げ切ってしまうことをお勧めします。スキル3、土木はスキル発動中20秒かけて所持コストが20回復し、サガの攻撃間隔が延長、攻撃力が増加、攻撃範囲が前方に1マス追加され、ブロック中の敵すべてを攻撃、さらに攻撃対象の HP が 50% 以下だった場合、その敵に対して追加で攻撃を行うというスキル。スキル2がコスト回復と攻撃のバランスが良いスキルだったのに対して、スキル3はかなり攻撃に性能が寄ったスキルとなっています。現状実装されているスキルの中では、アステシアのスキル2やバルカンのスキル2が近く、グラニのスキル2をより攻撃性能に特化させた性能になっているとも言えます。攻撃速度は 1.55 秒と通常時のほぼ 1.5 倍に延長されている一方で、攻撃力はスキルレベル7以降は2倍以上となり、また2体の敵に対して同時に攻撃できるようになっているため、特化3かつ2体同時攻撃であれば DPS は通常時の約 3.2 倍まで上昇、敵の HP が半分以下ならば 6.4 倍まで上昇することとなります。そして攻撃範囲がプラス1マスされたことにより、サガが他の地上オペレーターたちよりも先に敵を攻撃しやすくなり、HP が半分以下の敵に対しての追撃によってサガが最後の一撃を与えやすくなるため、重傷状態の敵を通常時よりも大量に生み出すことが可能となっています。そのため、先ほどはこのスキルを火力によった性能と言いましたが、正しくは火力の上昇に伴って凄まじい速度で味方の SP をブーストするスキルと言えます。サガのスキル3と他のオペレーターのスキルの火力を比較した表が上記の通りとなっており、単体相手の火力となるとバグパイプのスキル3の方が高くはなっていますが、2体同時攻撃ともなるとバグパイプの火力を上回り、非常に優秀な火力を叩き出します。発動に必要な SP は他のオペレーターのスキルよりかは高くなっているので、スキルサイクルはやや長めにはなってしまっているものの、それでも非常に強力な攻撃性能を持ったスキルと言えるでしょう。初動から大火力を求めるのであれば、団体の敵に対してならバグパイプを、複数の敵であればサガという風に使い分ければ、うまく敵を処理していけるはずです。SP ブーストの効果によって天人化などのコスト回収役も回りやすくなりますし、このスキルのコスト回収率の悪さは初動中の初動を乗り切ればそこまで問題にならないと思われます。なお、このスキルの注意点としては、戦術したコストの回収効率の悪さと、もう一つは追撃の条件となります。コストの回収速度は、長期的な面で見ると、初動のみ速いテキサス並みとなっており、コスト回収速度に期待することはできません。そのため、オペレーターを高速展開したいのであれば、天人化やエリジウムといったコスト回収役を別途用意する必要があります。そして、追撃の条件についてですが、追撃はサガが攻撃する前に敵の HP が半分以下になっていることが条件となります。そのため攻撃によって敵の HP が半分になったからといって、その攻撃では追撃は発生せず、追撃は2回目の攻撃以降に発生するということになります。とは言っても、追撃が発生しない状態でも火力は高いので、そこまで大きな問題になることはありません。以上のことや特化に必要な素材、特化時の上昇率などを鑑みてスキルレベルは、スキルレベル7以降をお勧めし、どの特化状態で止めてしまっても構いません。素材があるのであれば、特化3まで上げてしまってもいいでしょう。
佐賀の基地スキルは訓練所に関するもののみとなっており、訓練所に協力者として配置時、先方の訓練速度を上昇させるスキルとなっています。訓練速度は最大で 60% となっており、これは現状先方の訓練速度としては最大効率かつ、ダブルやトミミ、シデロカのような特定の特化レベル時に効率が上がるというスキルは先方にはないので、どのレベル帯でも佐賀の基地スキルが最高効率となっています。今後、先方オペレーターの特化を予定しているのであれば、佐賀を基地スキル目的で昇進させてもいいでしょう。それでは、実際に佐賀を使用していきます。今回使用するステージは7の4。佐賀のステータスは、昇進2のレベル90、スキル3のスキルレベルは7となります。佐賀の攻撃が致命傷となった敵は、このようにアイコンが表示され、佐賀は攻撃をしなくなり、移動速度が低下、ブロックできなくなります。スキル発動後は佐賀は斬撃を飛ばすような攻撃に変化し、前方に麻酔外にいる最大2体の敵を攻撃するようになります。そして追撃が発生した際は敵に X 字状の斬撃と佐賀の残像が表示されます。そして重傷状態の敵を倒したオペレーター、今回であれば星熊の SP が敵を倒した直後に回復していることがわかります。アーツユニットチャージ中。イエスさ、私の仲間を傷つけたければまずはこの盾に許可を取ってからにしてもらおう。命令を。みんな無駄だ。このチェーンソーで真っ二つにされたくなかったらさっさと投降しちゃって。世相人は香港少女。イエスさ、犯人。お前の父が込めた怒りの炎を今こそ震え。分かりづらくなってしまっていますが、佐賀の HP が 40% を切ったタイミングで素質が発動。佐賀の周囲が赤い色に染まり、佐賀の HP がどんどん回復していることがわかります。今回であれば HP40% 前後で素質が発動したので、佐賀の HP は全開となりました。世相人キリストン。大勝利！ドクター、私ちゃんと役に立てた？佐賀は CG 以来となる星6での通常型先方オペレーターで、コスト回収だけでなく SP ブーストにも重点を置いた性能となっており、殲滅力もかなり高い性能となっています。CG と比べるとステータス的にはやや脆い部分がありますが、その点は素質によってカバーされているので、全体的に見れば非常にバランスの良い性能と言えるでしょう。さすがにコスト回収の面では、バグパイプや天人化、エリジウムのトリオにはかないませんが、先方を一人で完結させたい場合には、シージと同じく光る場所があり、スキルにはコスト回収と殲滅を両立することができるので、特におすすめとなります。操作はシージよりも忙しくはなりますが、安定してコストを稼ぎたい場面では、サガの方が優秀でしょう。以上のことから、サガの育成はシージなどをすでに育成しているのであれば必須ではありませんが、初動のレパートリーを増やしたいという場合には、育成しておくといいでしょう。
以上でサガの紹介及び解説を終わります。この動画が良ければ動画制作の励みになるのでチャンネル登録やグッドボタンを押していただけると幸いです。ご視聴ありがとうございました。ロドスには珍妙なからくりが多いことよ。ドクター、節操を侮るなかれ。はじめはあっけに取られるばかりかもしれぬが、節操はウフにして活用なきものにござらん。できなければ学べばよいだけ。節操の音楽プレイヤーには、ソラ殿の曲も入っておるのだぞ。